こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本からは岸田首相やスティーブ・青木氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなくピンキ知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、まず昨日の米国の ETF のフローでは、まだブラックロックが公開されてませんが、全体でプラス 1.4 億ドルの純流入を記録しています。フィデリティの 1.1 億ドルの流入が目立ちますね。これで週間でもプラス確定となっています。一方、香港の方はプラス 115.95BTC、ドル換算ではプラス650万ドル相当になっています。こちらもビビたる流入となってますね。あと、オンチェーンの方では大口のクジラの売却も目立ってます。今回話題になっているのは、ここ1週間で 9500BTC をバイナンスに送金したクジラウォレットです。ドル換算では 5.2 億ドル相当、2つのウォレットが挙げられてますが、1つのトランザクションを見るとですね、6月末から 1000BTC 単位でバイナンスに送金しているのが確認できます。連日長期保有者の資金移動が話題になってましたけども、マントゴックスファンダのタイミングに合わせて動いているようにも見えますね。こちらのウォレットもあと 4300BTC ほどありますけども、その後の進捗にも注目ですね。あとドイツ政府のウォレットも未だに頻繁に現物の移動が行われてるんですけども、ドイツのある国会議員がですね、ドイツ政府のビットコイン売却に反対の声明を出しています。コタール氏はですね、米国ではビットコインを戦略的準備通貨として保有しているのに対して、我が政府はビットコインを大規模に売却していると、これは意味をなさないだけでなく、ドイツ政府にとって逆効果であると主張しています。現在ドイツ政府のウォレットは 4500BTC と、当初からはかなり減ってるんですけども、ただ他の複数のアドレスにも移動しているので、数字以上の現物を持ってそうではありますよね。一人の行動からドイツ政府の動きが変わるのかにも注目ですね。あとはフィア&グリード指数が2023年1月と同水準になっているのも話題になっています。2023年1月はですね、FTX ショック後、ビットコインが17000ドルをつけたちょうどそこあたりなので、ここから上が期待できるのではないかという見解ですね。あと他では機関投資家の参入が減ったから流動性が落ちてるとか、マーケットメーカーは未だ楽観的であるという見解も出てますけども、ここから反転できるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在56,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された米雇用統計では、雇用者数が前月比予想の 19.0 万人に対して結果は 20.6 万人と上回る結果となったんですが、失業率の方では予想前回の 4.0% に対して結果は 4.1% となりまして、雇用悪化しさから米金で下落要因となっております。米国債金利は 4.28 を推移しておりまして、ナスダックが2390、S&P500 が5560と定値更新、ダウ平均が3900-370、金ゴールドが2390ドル、日経平均が49900円、ドル円が 160.7 円となっております。先物の方ではまたロングの生産が目立っております。ビットコインの OI は全体でマイナス 5.3%、額としては273億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.4%、バイナンスにはロングが 70.1% と若干上利になっています。今後の指標としては、本日7月6日にロシアの実質 GDP 確保値、7月8日にイスラエル基準金利、7月10日にニュージーランド中銀政策金利などが控えております。米国の時が終わってですね、金利下落から市場全体が強くなってますけども、ビットコイン仮想通貨市場も遅れて若干反発しています。今朝9時頃 ETF のフローが公開されてですね、プラスが確認された時間帯でも若干強くなった印象はありますね。ただここから休日に入りますので、この戻した分を維持できるのか、微妙な感じになっています。週足では下落率が FTX ショック以来の水準になっていることが話題になってますけども、週足確定まであと2日ですね。短期では上は6万ドルの攻防に回帰できるかどうか、下は5万2000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。グレースケールが展開しているイーサレムトラストの価格が上がっているのが話題になっています。
このイーサ E はここ3年の間、イーサ E の保有する純資産価値 NAV よりも低い価格でずっと取引されてたんですが、米国でのスポットイーサ ETF 承認から一気に跳ね上がってまして、イーサ E の価格も上がってますし、この NAV チャートもほぼプレミアなしの水準にまで上がってます。市場ではイーサの価格が下落してますが、このイーサ E がまだ価格を保っているのが気になるところですね。イーサの価格は現在2970ドル、BTC 建ては 0.0527、先物の方では OI は全体でマイナス 9.2%、額として119億ドル相当、昨日からさらに減っています。比率としては全体ではショートが 50.7%、バイナスミはロングが 76.8% と若干下寄りになっています。チャートだけ見たら2900のラインで耐えているようにも見えますが、スポットイーサ ETF は予定では来週、再来週に取引開始とされています。イーサも判定できるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。英国総選挙で労働党が大勝しまして、政権交代となったのが話題になっています。で、この労働党は以前、資産、証券のトークン化の推進について言及した通りになってまして、この労働党が勝ったら、英国も仮想通貨業界でまた盛り上がるんじゃないかと言われてました。今回勝ったので、今後仮想通貨関連の具体的な政策が出るのか注目ですね。あと、ここからアルト関連になります。投資会社のマルチコインキャピタルが仮想通貨を支持する共和党議員を支援するためのソラナ寄付の受付を発表しています。寄付されたソラナの額の同額を上乗せして支援するとしてまして、最大上乗せ額は100万ドルとされています。ソラナの ETF 申請が盛り上がってから、ソラナの言及が多くなってますね。ソラナの価格は現在134ドル、BTC 建てはプラス 6.1%、時価総額は5位ですね。上位アルトの中では比較的強く反発してますが、ETF とその他団体の後押しで150あたりの抵抗を超えられるのか注目ですね。あと個人的に気になったのはフレンドテックですね。ベースチェーンから独自チェーンに移行すると発表してましたけども、それを取りやめて結局ベースに居座るようです。フレンドテックはですね、皆様のフィードバックを拝見しましたと、フレンドを別のチェーンに移動させたくないというご意見です。私たちも同感ですと。フレンドは常にクラブ契約を動かす 100% コミュニティ管理のトークンとなることを意図してましたと。供給と流動性の移行はその精神に沿わないでしょう。クラブの作成、チャット、キーの購入、フレンドテックアプリのベースでのフレンドの使用は引き続き可能ですと。さらにバーニスアップ、クラブス、V1 スマートコントラクトからのプロトコル料金をすべて無効にしましたと。現在手数料の 100% がコミュニティ内のトレーダー、LP、クラブ会長に支払われますと X に投稿しています。この投稿からフレンドの価格も落ちてまして、現在 0.3 ドルあたりを推しております。独自チェーンに期待して買った人はたまったもんじゃないですよね。現在時価総額780位まで落ちてますけど、こちらもその後復活があるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。